皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日はだんだん、次第に、徐々に、どんどんという4つの言葉を勉強したいと思います。まずはこんなビデオを見てみましょう。手塚先生、こんにちは。こんにちは。手塚先生、最近徐々に綺麗になりましたよ。徐々に？帰りのスライドをどんどん作ってね。はい、わかりました。1週間後でいいですか？いや、できれば明日までに欲しいんだけど。でも手塚さんは、だんだん作ってと言いました。はい。徐々に、だんだん、どんどんを間違えてしまうと、こんな風に日本人との会話やコミュニケーションで問題がありますね。ですから今日は4つの言葉の違いを勉強して、もう間違えないようにしましょう。まず、4つとも同じルールがあります。違いを見る前にそのルールを確認しましょう。1、だんだん、次第に、徐々に、どんどん。どれも時間とともにいい、悪い変化が起こることです。ですから、ていく、てくる、ているなど変化の文法と一緒に使います。2、動詞のいます、ありますは使いません。例えば、夜になってだんだん星がありますはダメです。夜になってだんだん星が出てきましたとか、他の動詞と変化の文法を使いましょう。3、い形容詞、な形容詞だけと一緒に使いません。例えば、子供はどんどん大きいですはダメです。い形容詞、な形容詞が言いたいとき、くなります、になりますなどを使います。子供はどんどん大きくなりますが正しいです。では、このルールに注意しながら、それぞれの違いを確認しましょう。一つ目は、だんだんです。だんだんは漢字で書くとこうです。この漢字、見たことがありますか？そう、階段の段ですね。ですから、だんだんの意味は、階段の形のように少しずつ変わることです。例えば、9月になりました。先週は25度。今週は20度。来週は15度です。9月になってだんだん涼しくなりました。N5 の語彙です。N4 の語彙です。N3 の語彙です。JLPT の語彙がだんだん難しくなってきました。このように少しずつ変わるとき、だんだんを使います。二つ目は、次第にです。次第には漢字で書くとこうです。この漢字は次ですね。ですから、次第にの意味は次々と少しずつ変わるです。だんだんと意味は同じですが、だんだんは話す言葉、次第には書く言葉です。例えば、今晩6時には少し雨が降ります。8時には強い雨が降ります。10時には風も吹いて雷も鳴ります。今晩、次第に天候が悪化するでしょう。1980年です。2000年です。2020年です。生活は次第に豊かになってきました。このように少しずつ変わるとき、そして書く言葉のとき、次第にを使います。三つ目は、どんどんです。どんどんは漢字がありません。ですが、
どんは勢いがいい様子です。ですから、どんどんの意味は早く、たくさん変わること、盛んに勢いよく進むことです。例えば、1980年です。2000年です。2020年です。この国の人口はどんどん増えています。最初、10個売れました。100個売れました。1000個売れました。新商品がどんどん売れている。このように、早くたくさん変わるとき、どんどんを使います。4つ目は、徐々にです。徐々にはあまりひらがなで書きません。だいたいいつも漢字で書きます。そしてこの漢字にはゆっくりという意味があります。ですから徐々にの意味はゆっくりゆっくり変わることです。例えば目的地です。少し近くなります。少し近くなります。目的地が徐々に近くなっています。入院しています。ゆっくり少しずつ体調が良くなってきました。徐々に体調が良くなってきました。このようにゆっくり変わるとき、徐々にを使います。ここまで4つの表現を学びました。分かってきたを使った例文で復習しましょう。1、だんだん分かってきたは少しずつ分かること、話す言葉です。2、次第に分かってきたも少しずつ分かること、書く言葉です。3、どんどん分かってきたは早くたくさん分かること。4、徐々に分かってきたはゆっくりゆっくり分かることですね。メッシュクラスでは日本語会話の練習ができます。日本人の先生たちと話すとどんどん日本語が上手になりますよ。ぜひ私たちと一緒に日本語を勉強したいという方はコメント欄をチェックしてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。